まずね、この業の山なんだけれども、あなたが今気づいている人間関係が行き詰まるよっていうのがね、出ています。テンオブペンタクルスなんで、形としてはね、とても満たされてる。完結している。だから完成してしまってるからこそ、そこから新たな課題みたいなのが出てくるんだよって。で、5の位置に同じ際が来てるんだけれども、何か秘め事があるのかもしれないよね。幸せの家庭に対して、何か物言いだけだね。これタロットカードなのかなね。1234。ナインのペンタクルのカードのような気もするけど、何かやっぱりなんかこうあるんだろうね、一癖ね。でそれが表面化してきてファイブ・オブ・ペンタクルス、行き詰まるよと。見るべきもの、今まで見出せてた価値、その価値に今まで見出せてた価値を見出せなくなる。で一方タイの山にはまず業にこのフールが来てるんだよね。バカになれ、もう全部捨ててゼロからの再出発。そうすることでエースオブソーズ、ソードのエースが来てんだけど、大勝利を収めるよと。でこの大勝利に絡んできてる存在っていうのがこのキングのソーズ。あなたがね、今まで自分が築いてきたものを捨てて、もう一回ゼロからやり直そうっていう姿を後押ししてくれる人がいると。でこのキングのソーズの存在っていうのがあなたの運命を、変える、出会いとなるんじゃないかな。この方との出会いっていうのが。とっても不安だと思うんだよね。今まで培ってきたもの。たとえね、こう不満があったとしても、実際にじゃあ全てを捨ててね、一歩踏み出せるかって、これは大きな決断だと思うんだよね。だから一歩踏み出すと、この運命の人を呼び寄せる。そして大きく展開していくよっていうメッセージが来ます。そして真ん中にはこのハンギングマン、吊るし上がってるけれども、ひょっとすれば今のあなたのパートナーさんかもしれないよね。この方はね、あなたに対して未練を残すというメッセージが降りてきますね。あなたはきれいさっぱり新たな人生っていうのを歩み出すかもしれないけど、このお相手さんは結構あなたにね、未練の情っていうものをね、持ってらっしゃる。しかしトップにジャスティスが来てるから、あなたの中の正義っていうのが下される。あなたの中のその決断かな、道理、それにこのお相手さんは吊るし上がってしまうっていうのが出てるね。でどうだろう、大きいトライアングルの体の位置にはナインのペンタクルが来てて、ちょっと臆病になるかもしれないね。臆病っていうか、なんていうかな、警戒心が強くなる。だから前そのテンオブペンタクルまで到達したんだけれども、このトラウマがちょっと残るかもしれないよね。
それでないんで止まるのかなっていう、そんな感じがしますね。まずこちらの激しいフルートの音だけれども、ご自身の中の欲望、湧き上がってくる願望に正直にあれと。それがとても激しい願望であってもひるんじゃダメだよ。この、テンオブペンタクルスにかかってるわけだけれども、だからそれぐらいやっぱ強いエネルギーがいるんじゃないかな。完成された物質面でね、至れり尽くせり満たされた世界、それを捨て去ることにとてもね、プリミティブな原始的な衝動が必要だよ。だからそれこそ門なしになっても構わないんだぐらいの、周りの人たちは言うかもしれないよね。あんたバカだよって。今あるもの、ね、今手にしてるもの全部捨てちゃうなんてあんたバカだよって言われるかもしれない。だけどそれぐらいの決意がないと、このテンオブペンタクルスっていうのは壊せないんじゃないかな。この菩薩様はそうおっしゃってるね。この女司祭なんかにもかかってくるんだけど、なんだろうな、こう女性の神秘性っていうのかな、陰性の部分、月明かりであぶり出されるような、明るい太陽の下ではなかなか明確すぎる世界だと沈んでしまうような、そういう感覚っていうものを呼び起こしなさいと。それが今ないし、今までのあなたの人生に欠けてるんだよ。そういうメッセージが来るね。だからこのフールな状態になるには、そうだね、まず成功するには第二の人生をね、開くにはまずフールにならなきゃいけない。フールになるためにはこの激しいフルートのね、とっても激しい情念が必要だよって、そういうメッセージ来るね。かたやこっちも素敵なねカードなんだけど、蝶の女王の踊り。このナイトのペンタクルと考えると、ややね、やや手前味噌な喜びっていうのかな。ちょっとわがままな喜び。まだその周りの人たちも巻き込んで幸せにするっていうような、自分を犠牲にしてね、周りの人たちを幸せにするっていうような、そういう力じゃなくて、まず自分のために幸せになりなさいっていうメッセージが来るね。蝶は蝶になる前はね、もっさい芋虫なわけじゃない。もそ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 動いてて。だけれども、やがてさなぎになってね、羽化すると美しい蝶に変わると。これはとても自然なことなんだよって。神に定められた当たり前のプロセスなんだよって。まずそれを楽しみなさいって。それを
まず実現しなさいと、そういうメッセージが来るね。このエイスのソーズのこのね大勝利っていうのは、あなたに欠けてたこの勝利感なんじゃないかな。自分の中にずっと隠し持っていた情動、情念みたいなもの、それを今世の人生においてね、最後まで隠したままにしていてはいけないよ、それは違うよというメッセージが来るね。だからひょっとすればあなた自身もこのキングオブソーズ、あなたを手助けしてくれる、後ろ盾となってくれるこの方の人生を変えるのかもしれないよね。この方にとってあなたがこの方の運命を変える出会いとなり、そしてその出来事を紡いでいく、そうとも取れるよね。まあこのトライアングルの中でね、よっぽどなんか悪いことしたのかな、追い倒したのかな、ハンギングマンがね本当にまあ孤立無縁で吊るしどうしちゃったんだろうね。あなたを長年押さえつけたかもしれないね、何か不当な形でね。そのタガが外れる時が来るのかもしれない。その段階に来るとお相手さんは吊るし上がっちゃうかもしれないね。いろいろ反省もするっていうねメッセージも来るよ。俺が悪かったよっていうね叫び声が聞こえる。分かったよって、俺はもう反省しているよって。しかしこの9のペンタクルを見ると、私もう知らないわっていう、そんな感じかな。大徳明王様、渾身の一撃を繰り出すのは今ですと。閻魔様も打ち倒すとね言われている大徳明王様、宿陽教のさ、宿陽教で担いでる文殊菩薩様の化身でもあるよね。本当この吊るし上がったね御敵をもう倒すなら今だぞと。お前のジャスティス、お前の正義で裁くなら今だって断罪しろって。ちょっとせっかちなエネルギーを感じるよね。この激しいフルートの根の菩薩様もそうなんだけど、ややね、ちょっとこの小ぶりなエネジーっていうかね、せっかちで小ぶり。ただそこがあなたに欠けてたとこかもしれない。今まで結構自己不在で生きてらっしゃったかもしれないよね。自分がいない状態で。だからそこを正せっていうねメッセージが来るよ。まず自分自身が自分自身であれ。自分がやっぱり幸せでないと周りの人たちも幸せにできないし、そういうレベルで自分を捨てて生きてはいけないぞと。大徳明王様、そんななんかメッセージに感じるね。この世とあの世をせっかちにさ行き交うような、霊的エネルギーも感じるんだけど、どっちかっていうとなんかこう、現世に
土着したような力、水牛にね乗っかってるけども、そういうパワー感じるね。思い切ったね決断がまず必要だと思う。ある人にとっては大した一歩じゃないかもしれないけど、あなたにとってはとても大胆な一歩になるはずです。だからね、勇気を持ってね踏み出すといいと思う。そうすることで運命を変える出会いを呼び込み、そして出来事、現象が立ち上がってくるはずですよ。大徳明様そうおっしゃっております。いいですね。あなたはね、過去世のカルマに、その原動力に惹かれて、今生の地で、今世でね、出会うべく人の近くに来てるよというメッセージが来ます。この業の山の運命の輪、ここにすごくね力を感じます。で、あなたはその自分にとってのね目指すべき場所、安息の地かな、桃源郷かな、あそこに行きたいんだっていう場所にもう向かっている。だけども体の位置で他は、大きな、挫折、頓挫、運命の人だと思っていたツインレイヤー、ソウルメイトのようなね、だけど違った大きな挫折感を味わってるっていうのが出てる。でもね、この運命の輪から来るメッセージはね、あなたはね本当に今世でね出会うべき人の近くまで来てるんだよって。そのツインレイとすれば、そのツインレイの片割れが持ってる磁場に惹かれてその近くまで来てるんだよって。だけどその周りの人間、その会うべき人間の取り巻きの人間たちと今わちゃわちゃしてる。この人じゃないかと錯覚して、その周りで本当に会うべき人の近くにはいるんだけど、その周りであなたは宿泊してんだよっていうメッセージが来る。タの山にはね、これ強いカードなんだけどね、大アルカナの力が来てて、でさらにはシックス・オブ・ワンズ、あなたは、
一つのね勝利凱旋のカードだけど、また頑張ってね、あなたはあなたの目指すべきところ行ってやるべきことやって勝利を挙げるんだけど、あなたの身内があなたの足を引っ張るよと。でそれが体の内の4のカップで出てるんだけど、だからひょっとすればあなたがこの人だと、運命の人だと思って選んだ人かもしれないよね。今度この方があなたの、足かせになるよっていうのが出てる。であなた自身もこのページのペンタクル隣で出てるんだけど、やっぱりちょっと停滞するのかな。ちょっとやっぱりこう足止めを食ってしまう。やっぱりこの方のことを自分のツインレイのように感じてるからかもしれないよね。で真ん中にはね、お気づきだと思うんだけども、10オブカップが来てる。幸せ、もう一番幸せかもしれないよね、このカップの10が。愛の成就、行き着いてしまってる世界であるんだけど、人としてこの状態に到達できれば一番幸せなカードかもしれない。だからこの状態に本当に近くまであなたは来てるんだよ。だからそのためのそのために出会うべく人と出会わなきゃいけない。結構だからなんていうのかな、こう前段階っていうの、前夜祭ぐらいのところであなたはちょっとわちゃわちゃしてるのかもしれないね。だから今後ね、あなたがね出会うのはこのクイーン・オブ・ワンズ、見ようによってはとっても傷ついてるし、ひょっとしたらもうほとほと疲れてる、もう前に進めないってぐらい疲れてるんだけど、それでもなんか意地張ってなんか頑張ってるあなたにも見えるけど、もう一つ見えるのは高次元のあなた。本当はね、こう荒屋敷のレベル、あなたもその、宇宙の英知っていうのかな、そのアカシックレコードとか、なんかそういうレベルではあなたも分かってるのよ。今こう現世で宿泊してるあなたは分かんないよ。もう前生の記憶ってなくなっちゃってるから。だけどあなたのハイヤーセルフは分かってるのよ。今ちょっと停滞してるかもしれないけど、工事のあなた、本当のあなただよねを認識できると、このハイヤーセルフと出会うと大きく展開していくんじゃないかな。このもう本当にすぐそこにある本当の幸せっていうのに到達できる、そんなメッセージが来るな。あなたにもやっぱり責任があるんだろうね、やっぱりね。今の人間関係っていうのがあるから、なかなか自分だけの上昇昇華っていうものに、踏み切れない状態かもしれないね。このね、運命の乱の巫女様だけども、笛を吹いてんだよね、あなたに。あなたをね、鼓舞し続けてるってメッセージが来る。だからあなたもなんか取りつかれたように、シックス・オブ・ワンズなんかで動いてる。タイでもそうだけどね、この同じくそうだよね、シックス・オブ・ワンズで。
何度も何度もね、あなたに呼びかけてるよって。もうちょっとだよって。あなたが出会う。あなたがその本当に行き着くべき世界っていうのはもうちょっとなんだよって。もうちょっと頑張りなさいって。頑張ってるあなたにも見えるし、ハイヤーセルフにも見える。まあ輪廻転生でね、この現世にね、生まれいでた時点でさ、生まれ落ちた時点で、まあ前世の記憶はなくなっちゃうんだけど、その、まあこのホイール・オブ・フォーチュン、なんかカルマのね、力を感じるんだけど、そのヒントをあなたに与え続けてるんだよって。インスピレーションとしてあなたに下ろし続けてるって。だからあなたが今までね、人生の中でその自分がね、こう身を置いてきたシチュエーションの中で何かその違うんじゃないかと。本当にここが私の居場所なのか。そういう疑問を感じた時に、その疑問っていうのを肯定的に捉えてほしいって、そんなメッセージが来るね。それを否定的に捉えちゃうと、まあ、定時のエネジーに巻き込まれてっちゃう。まあ、ただ単純に批判的な人間。その建設的じゃない非生産的な、ね、波動にこう巻き込まれてっちゃう。だけども自分がここではないんだ、自分の居場所はここじゃないんじゃないかとかね、自分は人と違うんじゃないか、自分はそれを悪いとは思わない、むしろいいと思ってる、だけど周りの人はみんな悪いという、逆にみんながいいと思ってるもの、私はもっと別のものがいいと思う、なんかそういう感触を察知した時に肯定的に捉えてほしいって。その時の自分を信じることができれば、本当にあなたが到達すべき次元へたどり着けるよって。そこに突破口があるよって。あなたが今感じてる工事のエネジーっていうのは、とても頑張ってもう背伸びいっぱいして、もうぶっちゃけもういっぱいいっぱいみたいかもしれないけど、本当のあなたのハイヤーセルフはもっとね、高みに存在しててね、前世から引っ張ってきてるその魂の青写真っていうのをね、全て見通せる位置にいるよって。どうしたらそこにたどり着けるのかっていう、なんかそのね、ヒントをね、この蘭の巫女様はね、あなたに天からね、落としてきてるんだよってメッセージが来る。まあ、あなたも拾っているんだろうね。今だっていう感じで何度も飛び出してるんだろうけど。だけどこのやっぱタワーに行き着いちゃってさ、ドーンってきちゃうんだろうね、やっぱりね。で、一方、こっちのね、慈悲の輝く月っていうのは、まあ、寛大さ、大きな心っていうことなんだけれども、この、まあ、4のカップス、なんとも煮え切らない現実、ってこう考えちゃうような。まあ、これはね、あなたの足を引っ張る人っていう、あなたのその前進するあなたの足をね、引く方っていうメッセージが来るんだけど、なんかこういう方たちのその送られてくるね、
あなたのその上昇する力を削ぐような定時のバイブレーション、それらにやっぱり惑わされるなっていうメッセージかな。で、それらをかわすコツとしてのその慈悲なんだと思う。突っぱねたりとか切り捨てたりするんじゃなくて、そういう定時のエネジーも大きくこう見てあげる。包み込んであげるような。そういう慈悲の心を持つことによって惑わされなくなるよって。だからこのシックス・オブ・ワンズなんかもそうだよね。あなたが手柄を立てた時に、やっぱりあなたの本当に身近なとこにあなたの足を引く人がいると。あなたをこう羨みね、ジェラシーを感じ、ね、こう引きずり下ろしてやろうっていう、そういう意識を、やっぱりこう跳ねのけるんじゃなくて、包み込んでやりなさいと。そうすることであなた自身がその定時のバイブレーションにね、こう巻き込まれずに済むよって。だからなんだろうね、本当出会うべく人の本当に近くまで来てるんだよ。来てるけど、なんかその周りの磁場にね、磁場のリズムに踊らされてるのかもしれないね。あなたもそのなんかもうあとちょっとでたどり着けるっていうその何かをすごく感じてて、とっても頑張ってるっていうのは伝わってくるんだよね。だけどどうしてもそのなんか周りでこう流されちゃうっていうかさ、こう潮の流れに、阻まれて到達できない。なんかそういうね、そんな感じに思えるかな。やっぱり傷ついてんだよね。タラ菩薩様来たけど、もう泣きなさいだよね。涙流していいんだよ。このタワーにかかってるわけだけども、まあね、力とかね、クイーンのワンズとか、まあほんと強いんだけど、失敗の分だけ強くなれるんですと。あなたのね、流す涙、失敗して流す悔しい涙とかさ、悲しい涙とか、もう赤っ恥の涙とかね、それがもう力になるんだよって。いっぱい泣きなさいっていうね、タラボサ様。今の何か、このね、フォーブカプスのさ、不満、なんとも煮え切らないよな。この状況なんか、まあ、愛すって言うとおかしいけど、やっぱ慈悲の心で包むだよね。そうすることで、あなたの冷静が高まる。なかなか難しいかもしれないけど、もう嫌だ、こんな状況も早く抜け出したいみたいな。愛せるわけないわっていう。ね、なかなか現実、このシャバニンドの現実と世知辛いもんで。なんかだけど、この状態っていうのなんか愛してあげるといいかもしれないね。もっとなんか素直に涙を流しなさい。泣いていいんだよって。それ力になるんだよっていうね、いうのが来るから。まあ、あなた悲しいんだよ、やっぱり。すごくね。どうしたらここに行けるのって。もう本当にすぐ近くなのにって。そうだな。だからね、まあ、あなたのね、運命を変える、その出会いっていうのは、まあ、次の次元ないし、まあ、高次元のあなただろうね。本当のあなた。だからあなたが、こう、挫折じまいでいるあなたかもしれない。そのあなたを手に入れれば、変わるんじゃないかな。
で、この、ね、根性の地におけるあなたが出会うべく人、出会うとその運命が変わるね。そのターニングポイントとなる人っていうのはとても近くにいるっていうメッセージが来るね。もう多分あなたの視界にも入ってるんだよ。視界にも入ってるけど、あなたはその方ではなくその方の周りにいる人たちと接触しているよっていうメッセージが来る。ひょっとすればあなたこういうね、テンオブカップの状態になってるのかもしれないけど、ひょっとすれば幸せなはずなんだけど幸せじゃないみたいな、本当にこれが私が求めてたものなのかしらみたいな、そういうフォーブカップかもしれないよね。だからそうなってくると、ある意味とても見抜きづらいかもしれないよね。本当に自分がその引き寄せられてた人物、私をこう引き寄せていた人物っていうのとても近場にいて、なかなかこの人だって察知できない人物かもしれない。だけどね、タラポサッツ様、一旦泣いてくださいと。もう悲しかったらいっぱい泣いてと言ってるんで、ちょっとね、ご自身を癒すことも、大切なんだろうね。このフォーブカップが言ってるよ。俺の立場はどうなるんだよって。俺だって高次元の自分と会いたいよなんて、なんかそんなメッセージが来るな。彼女ばっかりじゃない、俺だってハイヤーセルフと会いたいよって。じゃあ俺のツインレイは一体どこなんだって、なんかそんなメッセージがなんか来るな。いかがでしょうか。あなたは結構メンタルをやられていたっていうのが出てる。ナインオブソーズとテンオブソーズで、まず5の山なんだけれども、このナインオブソーズね、隣ではタイの山のではテンオブソーズになって、落着はしてるんだよね。もう行き着くとこまで行っちゃってるけど落着はしてる。でこのナインオブソーズだけど、もう本当自分でもどうすることもできない不条理な悩み、理路整然としない、もうこれに悩まされたよって。だけどもこの状態からエイト・オブ・ワンズ、転機が来て、この体のこれが嬉しいんだけどね、ワールドが来てるんですよ。とっても苦しかったんだけど、報われるよっていうのが出てる。でタイの山ではこの怖いねテンオブソーズでもう討ち死にしちゃってるんだけども、この状態からザ・マジシャンになる。これはね、このねマジシャンっていうのは
あなたの運命を変える、マジックのようにあなたの運命を変える人が現れるよって。で、その人物はその下にシックス・オブ・カップスがあるんだけど、お兄さんのような人かもしれないね。ちょっと懐かしい感じがする人。あなたを助けてくれるって。うん。で、体の位置には女帝が来てる。ダールカナの女帝。このね、ハンギングマン真ん中の、これはどうだろうね、あなたを痛めつけたお相手さんかもしれない。私はね、どっちかっていうとね、なんかあなたの心境に感じるよね。もうここまで行っちゃって、どうにでもなれっていう、そういう意味でのなんか無双感みたいな。まな板の上の鯛か恋か、もうどうにでもしてくれって。なんかこのレベルまで行った時に大きな転機が来るよって。うん。ちょっとだから、このあなたの運命を変えるであろうこの人物っていうのは、ちょっとなんか怖い方かもしれないね。怖いっていうのはそのいかついとかの怖さじゃなくて、あれこの人どういう人だろうって。なんだろうこの人、私になんか強い影響力を与える人のように感じるっていうような怖さ。本当にこの人についてっていいのかなとか、信じていいのかなとか。そういうなんかね、エネルギーを感じる方っていうメッセージが来る。うん。このシックス・オブ・カップスからはね、あなたのメンタル面、傷ついたメンタルをしっかりとケアしてくれる人だよって。そんなメッセージ来るよ。とってもね、辛かったっていうのが出てるんだけど、大きな力、大あるからのジャスティス、正義がね、働くから、正義の力が。だからもう、もうちょっと身を委ねなさいっていうような、そんな感じなのかな。前半はちょっとね、壮絶だけれども、中盤が少しドラマティック、メロヘンチック。で、これからは、とても良い状態になると出てるよ。状態。ちょっとふんぞり返っちゃうかもしれないね。うん。私これだけ頑張ってきたんだから、ちょっともう楽してもいいでしょうみたいな。ちょっとそういうモードに入る可能性もある。だけどいいんじゃない？一時は。うん。一番最初に来るね、言葉っていうのはね、あるがままだね。おおらかさとか、メンタルだろうね、やっぱりね。あなたのメンタルをやっぱり考えて、ゆったりしなさいっていうような、そんな言葉が降りてくるね。他を、ね、道教は陰陽、二極、対極と、水のように、流れに従いなさいかな。受け入れなさい。なかなかこの点をぶそず受け入れるの辛いけど、もうだけどここまでいったら受け入れざる得ないもんね、もうね。やられちゃってっからね、もうね。とても辛いことかもしれないけど、もう本当に大きな意識だよね。もう宇宙意識。宇宙とつながる。宇宙そのものだね。自分も宇宙を構成する一要素なんだと。
そういうレベルで受け入れなさいと。自分の運命、あるいはもう根性の地でね定められていたその宿命、とっても辛いかもしれないけど受け入れなさいと。受け入れた時にね、エイト・オブ・ワンズで、展開、新たな展開っていうのがありますよと。恐れないでくださいっていうメッセージが来る。だからこうなってくるとなんかジャスティスがさ、宇宙ルール、宇宙の法則、天から働いているその力みたいなもの、それに逆らっちゃダメですよって。だからね、こんな状態までなっちゃうとやっぱひねくれちゃうじゃん、やっぱりね。世の中ハスに構えてみたくもなるけれども、まあそういう時期がね一時あってもいいかもしれない、もうしょうがないかもしれないけど、いつまでもそこにいちゃダメだよって。もっともっと大きなね法則、力が働いてるから、それに身を任せなさいってね、このタオ様ってのは変だけどね、まあこのタオのカードからこうメッセージ来るね。なんか弾いてる楽器も優雅だもんね。なんつうの、ハープ、東洋のハープみたいな感じ。そしてね、この月の乙女の恩恵もね、私はねとても似た力を感じるんだよね。まあ太陽ではないよね。月、闇のパートなんだけれども、こう暗闇の中に芳醇に実るその美徳、恩恵、それにあやかりなさいと。まあこれはマジシャンにかかってるよね。ひょっとすればあなたがとっても辛い思いをしてた時に、ご自身の中にね育んでいた想念ね、とても辛い状況だったけど、あなたがその育み続けた良き心が育って、やがてそれがね現象としてね、辛い局面だっただけに、その辛辣な中でずっと育んだその、イメージが受肉する形で現象として現れてくるのがこのマジシャンだよって。まあ陰陽で言えばこう陰のパートから、この陰性のね世界からこう育まれる。だからちょっとなんか怖い感じ、あれなんで私のことこんなにこの人分かってるんだろうって、そういうなんか怯えを感じるかもしれないけど、受け入れなさいというねメッセージが来ます。あなたに、多大な恩恵、を与えてくれますよと。あなたの味方になってくれますよというねメッセージが来ますね。だからとても優しいカードだよね。だからなんかこの月の乙女のねこのリズム、このムードと言ってもいいかもしれないけど、これをなんか覚えとくと、この行くあなたがね復調してこの女帝の状態になった時に、あんまりこう天狗になりすぎないように自分のこの過去のさ、辛かった思いなんか忘れない一つの秘訣になるかもしれないよね。月っていうのは常に陰性のパート、夜に出る、こう夜にこう実るその存在だから、だからなんかこう忘れない秘訣かもしれないね。なかなか忘れられないんだろうけど、ここまで打ち死にしちゃったら忘れたくても忘れられないわって言われちゃうかもしれないけども、どうだろう。やっぱだけどね、ハンギングマンはね、なんかあなたの恩敵っていうよりは、なんかあなたの心境かもしれないね。本当に無双状態、もうどうにでもしてくれっていうところからの、そういう意識に働くね工事のこう法則っていう、そんな感じがするね。
薬師如来様、優しいのがね、来たね、やっぱりね、心や体の不調の原因を探してくださいと。まあだから、まあ、癒されなさいだよね。あなたが今後ね、運命を変える出会いをし、そして現象としてね、起こってくる出来事、その世界の中で、あなたの心と体、不調を癒しなさいと。癒していいんだよというような優しいハードを感じます。メッセージとしてはね、原因を探してくださいって言ってるからね。そこもちょっと肝に銘じた方がいいかもしれない。ただ、このラインオブソーズ、理路整然としない、今現時点ではそうかもしれないね。この状態かもしれない。ただ、体の山ではもう天まで行くって出てるから、その時にわかるでしょ、はっきり。そうだな。だからちょっとね、あなたのやっぱメンタル面になんかフューチャーしたスプレッドかなと感じますね。やっぱりとてもね、やっぱり、痛めつけられて傷ついてるから、早く癒すことだね。あなたのその傷ついたメンタルを、こう、立ち直らせてくれるっていうのかな、こう、癒して。もう一回こう復調させてくれる流れっていうのが見えるからね。あなたのね、頭上にはね、宇宙の絶対正義という法則が働いてます。その法則の中でね、あなたの心と体は癒されるでしょう。薬師如来様はそうおっしゃっています。いいですね。